ちのサンルームで使ってるのがこれですね。一番安いやつ。すごい本数もいっぱい必要だったんで、これを買ったんですが、濃いブルーもありますよ。2種類色があるんだ。もう目につく場所でいつもね、毎日見る。ちょっと立派に作ったので悩んでいます。これでもいいんですけど、差がね、100円なんですよね。だったらやっぱり真鍮行こうかなと。この、2本買ってなんと3000円ですね。高いですね。頑張ろう。こうやってるとね、曲がってるのは分かっても、どっちがね、曲がってるのか。業務連絡します。これでいいかな。よいしょ。よし。まだ全部変えたわけじゃないんですが、ちょっと最低限少しずつね、買い進めていこうかなと思っています。だいたいこれ1600円、1束ですね。1束1600円ぐらいで。まあまあ。まだね、まだ優しいかなと思います。これが壁を張るための動物を作る杉板です。で、これが、窓の囲いですね。で、これが網戸の、網戸をつけるためのもので、これが網戸。で、これは防水テープ。ね。これまだ一部分ですが、これで8000円ぐらいですね。はい。これだけ見たらね、まだいけそうですが、他にもちょっとまだいろいろかかるので、大変ですね。でね、これは楽しみですね。非常に甘いという、ことをね、調べがついているので、これはね、成功させたいですね。しかも1本でも実がなるというのはね、非常にいいなと思っています。イチジクを買うのは実はこれ3個目ですね。3本目。これ成功させたいですね。はい、今日はですね、銅縁を作っていきます。で、銅縁は結構高くてですね、うちはいつもこの野地板ですね、ただの杉板を買ってきて、今回は、ちょっと細いんですが3等分にします。墨壺を持ってきて3等分できるようにですね、2箇所、この墨をつけています。そして、この丸ノコガイドですね、この細い棒も買ってきて、切る場所もね、これでパッと目測をつけられます。で、この状態で、切っていきますと。こんな流れでね、とりあえずは全部でね、18本かな。この細いのが18本必要なので、切って作っていきたいと思います。はい、先ほどですね、3つに、割ると言ったんですが、その前にですね、今回はやりたいことがありました。この、ガルバリの板を壁材として貼っていくんですが、縦に貼りたいと思うので、この銅縁はですね、横に貼っていくんですよね。で、横に貼っていくと、このガルバリの下から上に空気が通っていくんですけど、その時にですね、その横に貼った銅縁が、空気の流れを止めてしまうんですよね。で、今まではそんなことは気にせずやっていたんですが、知ってしまったので、なんかね、銅縁に溝を描いたものが売ってるらしいんですよね。これはね、12ミリの杉板なので、6ミリの溝をですね、ここに掘っていきたいなと思います。で、前使ったね、トリマーでもいいんですけど、今回はこういった、溝切りというものがあるので、これでやった方がね、もう早くて楽なんじゃないかなと思ったので、やってみたいと思います。で、それほどね、まっすぐ、精密なものはいらないので、ちょっと穴が開いてればいいかなと思うので、ほとんどフリーハンドでやっていきたいなと思います。ちょっとやってみますね。うまくいくかどうかわかんないんですけど。
あ、ちょっと曲がりましたが、非常にいい感じですね。こうやって、もうちょっと次綺麗にやりますけど、風が通っていく溝です。で、これを内側にして貼るので、外からは見えないです。こういったものをね、仕込んでいこうかなと思います。はい、これはですね、吹き飛ばされた差し掛け小屋の屋根だったものなんですが、壁材として使いたいので、できるだけね、こういうへこみ直せればいいなと思ってやってます。そこまで気にはしないですけどね。もし治るのであればといった感じですね。よいしょ。よいしょ。これかな。よし。おお、いいね。はい、ちょっとね、奮発して真鍮を買ったんですが、なんかね、釘もちょうど真鍮釘もこれがぴったり合いそうなんで、なんかすごいいいですね。ここだけは高級志向ですね。これで留めたいと思います。
はい、このね、ポイントは、ここ。ちょっと大きな穴を開けました。そうしないとこのビットがね、入んないんですよね。今もうギリギリです。こんな感じ。もうギリギリです。ここでいいかな。よし、来た。で、レールができたので、で、あと上を、これに合わせて上をつけるといった感じですかね。よし。なんかちょうどいいこんなこの字の、鉄のレールがあったので、4メーターぐらいあったやつを加工して作りましたね。なんか安いのを見つけられてよかったなと思ってます。こんな感じですよね。で、これで打てたら OK ですね。ちょっとあんまきつすぎても大変かな。こんなもんかな。そうだね。落ちなきゃいいから、ちょっとこんなもんにしようかな。でまず酸をね、ちゃんとワトコで塗りました。で、この網戸のケバケバがすごい引っかかって良くなかったので、ゴリラテープっていうんでしたっけ？このゴリラって書いてある。これをですね、貼りました。で、そうですね。ちょっと見た目良くないかもしれないんですが、なんとか、もうなんとかこれでって感じですね。で、この多少の隙間はですね、普通の窓と同じように、ちょっとなんか、ケバケバを貼っておけばいいのかなと思っています。とりあえず窓はね、これで今日から網戸ついたので良かったんですが、あと、吹き込むと濡れてしまうことが分かったので、なんで、ひさしみたいなのもね、ちょっとつけなくちゃいけないかなと思っています。なかなかね、時間がかかりますが、とりあえず使える窓はできましたね。よかったです。はい。これを買いました。なんか、元警察官監修の、てか、なんかそんな感じで書いてあったんですが、これどう見てもね、セコムかなと思うんですが、これをですね、この磁石の板なんですけど、これダイソーで売ってます。これに貼ってですね、磁石でポストかなんかにね、貼れたらいいのかなと思っています。これをそのまま貼るのがいいのかな。でも大丈夫かな。やばい。わー、上手。すごくないですか？ぴったりですね。はい。ちょっと見に行きますか。はい。一つ目の候補はですね、今これ貼ってあるんですけど、これダイソーなんですよね。ここに貼るか。いいですね。あとはこのポストのね、ここ。でも赤に赤はちょっと目立たないかな。やっぱりポストの方がいいですかね。ここが一番目立つかな。目立つは目立ちますね。これやっぱ、ダイソーのこれより絶対いいですよね。なんかこれがあんまり良くないなと思っていて。あとこれをですね、家の前の、カメラ、もう一個カメラあるんですけどね、そこの下にも貼ろうかなと思っています。ちょっとシール貼る前に脱脂したいと思います。これはパーツクリーナーですね。ふう。わかんない。なんか、やっぱり見た目結構ね、100円、ダイソーではなくね、ちゃんと買ったんで、なんかちょっと威厳があるというかね、効果がありそうな気がしています。はい。
たわ。串は自分でやって。はい、自分で串ね。よし。もう自分でできて、すごいじゃん。わあ、自分でやって。ああ、自分でやって。